まるっと田んぼ第5弾移ろい編ということで、パート41からパート49はアカシアの村を開発してきました。というわけで早速見ていきましょう。パート41、玄関口を作る。この駅舎を作りましたね。アカシアの村について、まずはじめに村に入る入り口の部分、駅を作っています。この駅員室はね、パート43ぐらいで作っているんですが、こちらの駅舎の側はね、パート41で作りましたね。改札を入ると、駅員さんがいるね、駅務員室っていうんですかね、があります。駅長のマングローくんですね。奥に補佐のアカシアさんもいるんですが、ちょっと見えないですね。で、入り口には待合室があって、到着した人たちがね、村の案内図を見れる、そんな場所になっています。で、駅を抜けると早速ね、目の前には海が広がっている、なかなかね、景観のいい場所ですよね。で、村に入っていくとパート43で作った広場がまず見えますね。で、この広場を囲うようにパート42で作った昆布の養殖場がはいパート42で作った昆布の養殖場があります。ここがお店になってますね。で、この養殖場は昆布がね、自動回収できる自動回収装置がついています。詳しくはね、パート42を見ていただければなと思います。この昆布の養殖場はここでね、この水槽で昆布の赤ちゃんを育てて沖合で生育させる、そんな施設になっていますね。で、ここで採れた昆布を引き上げてくる、そんな感じですかね。はい、にゃんこがね、いっぱい船を占拠してるんですが、この昆布のね、赤ちゃんを育てるプールが、昆布のね、自動回収装置になっていますね。で、ここは手動でも回収できて、このボタンを押すとこんな感じでね、昆布が回収できるようになっています。そしたらお店の中も見ていきましょう。ここではね、水揚げされた昆布がそのまま売られているんですが、ここにね、回収された昆布が入るようになっています。で、水揚げされた昆布はね、ここで、処理されますね。ここで水洗いをして、ここで処理して、ここで売る、そんな形のお店になっていますね。裏側には寝室があります。で、この奥ですね、この奥がパート43の広場を作るで拡張した場所ですね。昆布を乾燥する施設になっていますね。ここでね、乾燥した昆布を売るみたいな、そんな場所ですね。なので中には昆布が入っています。で、外でね、天日干しもできるような、そんな施設もありますね。で、ここちょっと、プレイヤーだけの出口があるので、そこから外に出たいと思います。はい、で、お店部分はカウンターがついていてね、ここで乾燥した昆布を使った料理とかをね、出してもらえる、そんなお店ですね。で、パート43、広場を作るで作った広場、街のシンボル、噴水があります。こうね、自然に鮭がスポーンしてくれたのでこの噴水は鮭が泳いでいますね。こんな感じで、パート41からパート43で、村の入り口部分を作ってきましたね。ぐるっと回ると、居住区域っていうんですかね、村の、村人たちが生活するエリアがあります。パート44ではかぼちゃの直売所を作りました。で、ここでね、採れたかぼちゃを直接売ってくれるんですが、
ここもちょっとねショートカットしますね。はい、この裏でかぼちゃをね育てていますね。こんな感じで、湧き水で育てるかぼちゃ、そんなイメージですかね。でこの感圧板を踏むと自動でね回収されます。でここがね回収装置がちょっと狭いのでね、取りこぼしがだいぶあるんですが、それでも結構自動で溜まっていくのでね、こんな感じで放置してるだけでだいぶ溜まるようになっていますね。ここにかぼちゃが入っていきます。でここのかぼちゃの養殖場っていうんですかね、直売所につながる部分には、直売所で働く人たちのね休憩所がありますね。ちょっと小上がりのそんな休憩所になっています。で直売所で売る野菜を保管しておく倉庫がこの場所になりますね。でこの直売所につながるように裏側に畑があります。これがパート45で作った野菜畑を作るですね。はい、こちら側はじゃがいも畑ですね。村人による作物の自動回収装置になっていますね。こういった装置はね、各パートを細かく見ていただければなと思います。ここはホッパーを下に敷き詰めてるだけなんでね、簡単に作れるかなと思います。ここにじゃがいもがね、溜まっていますね。結構広いじゃがいも畑になっていますね。で、ここで農家さんがね、日々じゃがいもを集めてくれるということで、集めてくれたじゃがいもをね、農家さんに売りつけるという何とも言えない、場所になっていますね。で、裏側には人参畑があります。この畑2種類はあれですね、種が出ない作物に今回はしています。人参畑ですね。ここも、自動回収装置になっていますね。こんな感じで、畑の上に落ちると全て自動で回収されるようになっています。でここで採れた人参はここですね。はい、ここに回収されていきます。こんな感じでパート45野菜畑を作るで、こちら側ですね、村の左サイドをね、こういった作物の回収装置で、開発してきましたね。もうダイヤモンドになってますね。達人クラスの農民さんです。ちょっと夜が近づいてるので一回寝ましょうかね。おはようございます。というわけで、この駅員室がね、アカシアの村の拠点になっていますね。もともと駅員さんを作ろうと思っていたんですが、今駅長がねマングロー君をやってくれてるので、ここを駅員室として、拠点に使っています。早速パート46からの建物を見ていきたいと思います。このニャンコがあれですね、ファントムの被膜を集めてくれたニャンコですね。村について駅を抜けて広場を抜けると、左手に先ほどのね畑の施設があって、右側には生産施設がね主に置いてありますね。パート46工芸店を作る。でこの工芸店を作った時のね隙間で、馬形場中馬場っていうんですかね、馬をつなぐ場所も作りましたね。ここでは村で採れる特産品の販売をしている、そんな場所にしています。裏側でね石が採れるので、その石を加工したものをねこう置いてあったりとか、この村の名産、染色された洋服、そんなものが置いてあったりしますね。
お店では物知りな司書さんが店長をしてくれています。あとは石をね加工してくれる石工さんですね。このお店はこの2人で切り盛りしてもらっていますね。でここでね、ここで売る洋服とかを、仕入れてくる、そんな場所にしています。裏側には、石をね切り出す場所がありますね。ここが石の製造機になっていますね。ここで石を取ってね加工する、そんな施設になっています。でこの石製造機でね取った石はここに全部回収されるようになっていますね。そしたら裏口からちょっと抜けていきましょう。広場から続くまっすぐに続いた道ですね。まっすぐ行くと、農民たちの裏口に出るようになっていますね。ここを右手に上がると寺院があります。パート47、寺院を作る、モデルはタイとカンボジアの国境にあるプレアビヒア寺院という場所ですね。この山門が続くんですが、山門をね抜けていくとこう見晴らしのいい崖に到着するという寺院で、もともとね紛争の元になった寺院なんですが、まあ見晴らしがいいね、この場所と似てるような場所にあるのでねモデルにさせていただきました。こんな感じでねすごい見晴らしがいい場所になっています。で700人の感謝祭の時にね皆さんと見つけたエンドポータルに向かって、剣が奉納されていますね。こっちの方向にエンドポータルがありますね。で寺院はちょっと民族的な雰囲気が出るように飾りをつけています。ここでは住職さんが働いていますね。ちゃんと法典も並べてあります。というわけでパート47、寺院を作るプレアビヒア寺院をモデルにした寺院でした。でこの参道を抜けて、ここの生産区っていうんですかね、まずは水車を作りましたね。洋服とかをね作るための糸を紡ぐ施設になっていますね。こんな感じで、水車からねこう水車の動力を使ってここで、糸を紡ぐ、そんな施設になっています。豚さんがいますね。このあれですかね、この方のペットですかね。でゴーレムさんもここにいるんですね。なかなか人気のある裁縫師さんですね。でこの水車からのね動力を伝って、中でねこう糸を紡ぐんですが、この水車はこの上のね大きな滝から流れてきた、川を伝ってね来てるこの水路のような場所から、動力を得ています。この水はこの川は、マングローブの森に抜けていく、そんな感じの場所ですね。でこの工房は、こんな感じでね、水車が見えるようになっていますね。でここから動力を取ってここでね、糸を紡ぐ、そんな場所になっています。この動力室もねメンテナンスができるように入れるようになっていますね。村人の家はこのアカシアの村はだいたい同じ形になっていますね。2部屋がこうあって、片方がキッチンで片方が寝室、こんな構成の家が並んでいます。こ
こは単身のお家なのでね、ベッドは一つですが、でこの川に続く場所にですね、パート49物見櫓を作るの会で作った、染め物工房ですね。ここも実際にある染め物屋さんをモデルにしています。もともと蓋は開けてあったんですけどね、ここの職人さんがね、ここにはまって出れなくなってしまってることがあったので、今は蓋を閉じていますね。もともと染料はこうして蓋を閉じて発酵させるものなのでね、こんな形にしています。でここの、染料でね染めた布をこの川で流す、そんな場所になっていますね。ここも外が出れるようになっていて、ここでね布を流す、そんな感じですかね。ここで、糊を流した布をねここで乾燥させて製品にする、そんな場所になっていますね。居住スペースは同じ形ですね。このアカシアの村の居住スペースはみんな本当に同じ形なのでね、なかなか作りやすかったですね。というわけでパート49物見櫓を作る、吉野ヶ里遺跡の物見櫓をモデルにしています。この施設ができたことでね、この村が、安全になりましたね。はしごで登ることができます。最後のはしごだけね緩やかになってたんで階段で表現していますね。村が一望できる場所ですね。寺院もあって、駅もあって川も見えて、はい、アカシアの村が一望できますね。またこの裏手の、まだ自然が残ってる部分であったりとかマングローブの森も、周りがね全て見えるような、そんな施設になっていますね。いずれはここで襲撃者のイベントをこなしたいですね。村人たちが安くしてくれるのでね、いつかここで襲撃者のイベントもこなしてみたいと思います。というわけでパート49までアカシアの村を見てきました。パート50ではエンドポータルに向かう、ネザー通路をね作りました。この海底神殿のネザーゲートの目の前ですね。ここから、ネザーポータルに向かうネザー通路を作っています。ここもともとトロッコの路線なかったんですが、やっぱりね歩くにはちょっとだけ距離があるんですよね。なので、脇にトロッコで移動できるようにトロッコの道も作ってます。とはいえそこまで遠くないのでね、徒歩でも行けるかなっていう、そんな距離感ですね。ここもいずれ何かしら装飾はしていきたいなと思っています。これでもね結構雰囲気あっていいんですが、はい、でこんな感じで、ネザー通路がありますね。今までブランチマイニングをしていた坑道はここからまたさらにね奥までブランチマイニングができるようにしています。たらオープンワールドに行きましょう。パート50、英雄となるでここからねエンダードラゴンを倒しにエンドポータルに向かいました。今後ねここの、目の前の開けてる場所に今後ね、建物を建てて開発していこうかなと思っています。というわけでだいぶね物が置いてあって拠点っぽくなっていますね。ここ、パート50でエンドポータルに行った時にですねシュルカーを手に入れてきたので、ここでねシュルカーボックスを作っていきたいと思います。
このシュルカーの革ですね。シュルカーの革とチェストを組み合わせることでシュルカーボックスができますね。物を入れたまんま持ち運びができるチェストということで、これからねだいぶお世話になるんじゃないかなと思います。このシュルカーボックスは色をつけることができるんですよね。なので今後のためにいろいろね色をつけておこうかなと思います。この白のシュルカーだったりとかね、薄灰色のシュルカーだったりとか、せっかくね染料も持ってきたので色をつけていきましょう。こんな感じでねシュルカーボックスに色がつきます。はい、これでつきましたね、色。こんな感じでね物を入れて、シルクタッチで取るとねこう物が入ったまんま持ち運びができる、とても便利なチェストですね。今後たくさん利用していきたいと思います。でパート51以降ここをね開発していきたいと思っています。そのための拠点に、ね、なっていますね。シルカーボックスも多分大活躍してくれるんじゃないかなと思います。あ、他の色ついてないですね。上書きされちゃったんですかね。後で作っておきます。というわけでマルト探訪第5弾移ろい編いかがだったでしょうか。移ろい編ということでね物語にも一区切りがついてパート51からパート60で再現建築をして今回のねこのシリーズは締めくくっていきたいなと思っております。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントいただけると嬉しいです。来週は YouTube 登録者900人感謝祭ということで、新要素をね見つける旅に出たいと思いますので、そちらにもぜひ顔を出していただければと思います。それではまたお会いしましょう。